今日は、棒手裏剣の打ち方で横向き、あちらがターゲットだとしてターゲットに手を向けるのではなくて横向き、この形で遊んでみようと思います。なぜかと言いますと、先日コメントをいただきました。その方は手首の関節の駆動域がそんなに広くないと、つまりそんなに手首が曲がらないので、おそらくこの形で手裏剣を打っていますということでした。私自身も実はこの形で手裏剣を打つ、これをここのところ少し熱心にやっています。本来私は手のひらを目標に向けて手裏剣を打つことが多かったですが、最近ちょっと思うところがあり、この手のひらを横に向けた手刀の形、手の刀と書いて手刀と言いますけれども、この形で手裏剣を打つことが多いです。ちなみに手の刀、手刀、これ日本の武道とかでよくこの形で打ちます。チョップというかハンドアックスみたいな打ち方ですね。打ち方というかストライクのやり方、その形で手裏剣を打ちます。私は最近手裏剣のこの剣尾側、お尻側、バックエンド側ですね、こちらを強く押さえすぎないように意識をして練習しています。というのが、ここを強く押さえてしまうと手裏剣が立って飛ぶ距離というのは確かに伸びますが、そういうふうにして強く剣尾を押さえた場合、私の場合は的の直前でこの回転がほどけてしまうことが多くて、結果直前で強く回転してしまうだけのように感じてます。それであればこの距離を伸ばしていきたい。自然に倒れる距離をだんだん伸ばしていく、そちらの方が直打法の軌道として綺麗ですし、そういう手裏剣を打ちたいなと思ってます。ですので強く剣尾を押さえないためにも、私はこのターゲットの方に手を向けるやり方だけでなくて、この手刀で打つという打ち方を少し取り入れて練習をしています。最近はこの練習を非常に多くやっています。この手刀の形での、手裏剣の持ち方なんですけれども、これも実はいくつか種類があります。以前もこれご紹介をさせていただいたんですけれど、改めてご紹介させていただきます。というのが、以前紹介しきれなかったものがあります。あちらにターゲットがあるとします。ターゲットに向けて手のひらを向けるというのが割と一般的かもしれませんが、今回ご紹介するのはこの手刀の形。この時なんですけれども、このようにまっすぐ持つ人もいれば少し斜めに持つ人もいます。要はこれに関してはどちらでも私は構わないんですけれども、斜めの時はやっぱり中指と人差し指の間ぐらいに入る。で、手のひらの真ん中よりちょっと下に入りますかね。これぐらいで持つ人がいます。それともう一つ、これはね、ちょっと私もはっきりとはものの本で読んだぐらいなんですけれども、親指を使う流派もあります。ここですね、この親指で押さえる。手のひらをターゲットに向けた時のこの動きを親指でやる。その代わりこうやって独立させてしまうと安定しなくなってしまうので、他の指を添えて親指で
コントロールをするという打ち方。あとはこの人差し指の側面、ここを上手に使ってある程度のコントロールをするという方もいます。ただやはりこの打ち方でもやりたい基本は一緒です。手から自然にすり抜けていく。なのでこういう手首のスナップというか、こういったものはいりません。コメントをいただいた方にもぜひお伝えしたいんですけれども、この手首の動き、これはなるべくというか使わなくてもいい動きです。ただやっぱり人間の手首がこうついてる以上は自然に使ってしまう。ですのでこの可動域が少ないのであれば、それは武器、魅力だと思います。その方の個性であり魅力の一つ。強く押さえすぎなくても長い距離は打てます。だからぜひこれでもいいですし、こっちでもいいです。ここが手首の可動がもし少ない、硬いというのであれば、その魅力を最大限に引き出す打法というのが必ずあります。ですのでこちらでもこちらでもいいんです。ただ私は最近こちらも熱心に勉強していますので、ちょっと今日はこれでご紹介させていただいております。こちらの手裏剣でこの手刀の持ち方で打ってみます。これでだいたい2剣、だいたい 3.6 メートルぐらいですね。3.6 メートル、それよりもうちょっとだけ下がっているような形でしょうか。そこからでも刺さりますし、もちろん距離を変えても刺さる。あまり手首使ってないの分かりますでしょうか。手から自然に抜けていってます。これでも手裏剣すごく揃ってます。ちょっと揃いすぎて見えないですかね。でも非常に綺麗に揃っています。何度かお話をしておりますけれども、私がこの持ち方を練習する主な目的として、剣尾側、お尻側を強く押さえずとも手裏剣が打てる、その練習をするため。そしてもう一つは、ターゲットを相手の方に向けるとどうしても指先などに力が入りやすくなってしまうので、その力を抜くため、指先の力を抜くってことは体全体、腕全体の力も抜けます。その余分な力を入れないためにこういった練習をしています。ちなみにこちらの手裏剣は何度か私の YouTube でもご紹介させていただきましたが、私が一番好きな手裏剣のうちの1本です。この手裏剣もやはり手刀と同じ持ち方をします。お尻側を強く押さえずとも手から自然にすり抜けるだけで非常に長い距離を打つことができます。その手裏剣がどれぐらいの距離を打てるかというのは、その手裏剣のバランスや性能にもよってきますが、少なくとも打ち方で大きく変わるということはないと思っています。つまり先ほどの手刀打ち、こっち方向で飛ばすこの手刀の打ち方でも長い距離は打てます。今私は4剣の距離にいます。4剣、7.2 メートルですけれども、7.2 メートルぐらいの距離でしたら、先ほどの手刀打ち、しかもお尻側を強く押さえなくても自然に手から抜けていくだけで届きます。というかこの手裏剣の場合もっと長い距離届くんですけれどもね。今日は手裏剣を横向き、手刀の形で持って遊んでみました。もちろん、私自身は手のひらをターゲットに向けるのもありだと思っていますし、横向きにするにも非常に意味があることだと思っています。人間の手の形はそれぞれ違いますし、体もそれぞれ違います。ですのでどの手裏剣に合うかというのはやはり人それぞれ違う
ということになると私は思っています。ですので、例えば手裏剣の太さやちょっとした調整の仕方、そういったものをするために糸の巻き方というものをご紹介させていただきましたし、手のひらをターゲットに向けようが横向きにしようが、それはやはりその人それぞれに合うやり方があると考えています。なので、私自身はどのやり方でも同じようにできるようになったらもっと楽しいんじゃないかなと考えて、こういった練習もしています。やっぱり練習としても非常に有意義なものであると考えています。もしこういった形で何か質問などありましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。